23日、リーテソン副外相が談話を発表しました。談話は次の通りです。第76回国連総会で、朝鮮半島での終戦宣言問題が改めて浮上している。終戦宣言というのは、今まで長期にわたって持続している朝鮮半島の停戦状態を終わらせることを公開する政治的宣言ということで、象徴的な意味はある。そしてこれから平和保障システムの樹立へと進む上で終戦を宣言するのは一度は越えなければならない問題であることは確かだ。関連側がいかなる法的拘束力もない終戦宣言文を持って写真でも撮りながら儀礼的行事をすることで朝鮮半島に平和が訪れるならそれに越したことはないだろう。しかし、目前の現実は、終戦宣言の採択が時期尚早ということを提起している。今年の2月と8月に、アメリカ本土のカリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地で行われたミニットマン3大陸間弾道ミサイルの死者も、5月に電撃発表されたアメリカ南朝鮮ミサイルガイドラインの終了宣言も、日本と南朝鮮に対する数十億ドル分の武装装備の販売承認も、皆我々をターゲットにしたものであるということは世界周知のことだ。先日アメリカがオーストラリアに原潜の建造技術を移転すると決定したことに対しても、我々は警戒心を持って注視している。朝鮮半島の情勢が一触即発の状況へと走っている中、市場に記したものに過ぎない終戦宣言が我々に対する敵視撤回へとつながるといういかなる保証もない。すでに一角で終戦宣言のことで、各側の利害関係と算式が相異なるため、今すぐこれに関する議論を始めるのは難しいのではという評価が出ているのは偶然ではない。朝鮮半島で起きているすべての問題の根底には、例外なくアメリカの対朝鮮敵視政策がある。朝鮮半島と周辺の地上と海上、空中と水中に展開されるか、あるいは起動している米軍武力と膨大な最新戦争資産、そして毎年展開されている各種名目の戦争演習は、アメリカの対朝鮮敵視政策が日を追って悪辣さを増していることを示している。我々を力ずくで抑えようとのアメリカの軍事的脅威に対応した我々の正当な国防力強化の措置は挑発呼ばわりされ、我々を脅かすアメリカと追従勢力の軍備増強は抑止力の確保に美化されるアメリカ式のダブルスタンダードまた対朝鮮敵視政策の所賛である。共和国をめぐる政治的環境が変わっておらず、アメリカの敵視政策が変わらない限り、終戦は何百回宣言するからといって変わるものは一つもない。かえってアメリカ南朝鮮同盟が引き続き強化される中、終戦宣言は地域の戦略的バランスを破壊し、北と南を果てしのない軍備競争に追い込む惨めな結果だけを招くだろう。明らかなのは、終戦を宣言しても終戦を妨げる最大の障害物であるアメリカの対朝鮮敵視政策が残っている限り、終戦宣言は虚像に過ぎないということだ。もろもろの事実はまだ終戦を宣言する時ではないということを立証している。終戦宣言が現時点で朝鮮半島の情勢安定に全く助けにならず、アメリカの敵視政策を覆い隠すための煙幕に利用されかねないということをはっきり見極めるべきだ。我々はすでに終戦宣言が誰かに送るプレゼントではなく、情勢の変化に従って瞬時にして保護になりかねないという立場を公式に明らかにしたことがある。アメリカのダブルスタンダードと敵視政策の撤回は、朝鮮半島の情勢安定と平和保障で最優先順位にある。